取ったっすね。めっちゃみっともなかったけど、今までの苦労とかもう全部がもう頭の中ガーってなってて、ああやっと食ったよ。よし。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ブルーブルーオフィシャルアングラーの増井康成です。この度ブルーブルーのオフィシャルアングラーとしてまた復帰させていただいたんですけれども、実はね、以前 4,5 年前にもブルーブルーのテスターとして活動させていただいておりました。で、去年の6月頃なんですけれども、村岡さんからまた本気でブルーブルーで活動するなら戻ってきてもいいよっていうふうにお声かけいただきまして、でこの度この4月からまた活動させていただくこととなりました。ということで、今回私の一発目の復帰一発目ですねの動画なんですけれども、基礎参戦でできる限りデーゲームで釣っていきたいと思います。で、例年ですと今6月の頭なんですけれども、1センチ2センチ本当にこんなにねちっちゃな箔が、漁港周りとかちょっとね流れの緩いところとかにぎっしり溜まってて、デーゲームでもボイルしたりとか、マズメ時なんかはねもう本当にボッコボコにボイルするんです。それをナレージシリーズを使ったサイドターンホールで攻略したいと思います。ただ今年基礎参戦ものすごく箔少ないです。どうなることやら頑張ってみたいと思います。はい、Day1 の朝まずめでございます。ここは基礎参戦の河口にやってまいりました。で、とりあえず朝まずめはナレージの50からスタートしてみたいと思います。怖いっすね。この明るさでボイル出ないのかよ。頼むよ。朝まずめちょっと白ボイル欲しいですよね。全然出てないですもんね。例年の基礎参戦ならもうこの時間もうここボッコボコに白ボイルするんですけど、たまに出てるぐらいですね。なのでとりあえずナレージ50で、サイドターンホールでちょっと早巻きで表層を今狙っております。で、徐々にレンジは下げていこうかなとは考えております。本当に何の変化もなく、今こんなにベイトいないんですけど、風が吹いたとか流れが出たとかそういう変化もなく、突然なんかボイルが起きたりとかするんですよ。だから判断が難しいですよね、そういう時って。何かしらの変化があってそこまでは粘ろうとかっていうのが何か一つの基準があればいいんですけど、いきなりボイルが出たりする。何の変化もなく。だから今すごく悩んでます。苦しんでます。楽しいんですけどね、そういう時間が。
いつもならね、この朝日ね、こうやって登ってくるのすごいワクワクドキドキなんですけれども、今日はなんか違う感情がありますね。私の復帰一発目のロケにこんなヘビーなやつ持ってきます普通ちょっとね、今日の木曽川すごいちょっとね、水が濁ってるんで、水の色に合わせるといった意味でちょっとカラー交換をしてみたいと思います。濁りの色とちょっとね、この朝日の金色っていうか、この色に合わせたという意味で、グリキンに変えてみました。今ちょっと雲に隠れてたお日様が急に顔を出したので、こういうのももう本当にちっちゃな変化なんですけれども、こういうのも変化の一つなんですね。なのでお日様の力を借りたいなと思って、ちょっと表層のサイドターンホールに今変えてます。お日様とか風とか、そういうのも魚にとっては結構な変化になるんですね。が食いましたねちっちゃかったけど食ったじゃんググじゃないよ、ググじゃん。もうフック新品だよああ、いましたよね、魚ね巻き上げで食ったってことなんで、ちょっと近距離とかもやって巻き上げのちょっと角度を変えていきたいと思います。判断迷いますね。巻き上げで食ったけどレンジは上で食ってるしな。ちょっと大きくエリアを変えてみたいと思います。ダメですね。どうやるよ。お疲れ様でした。はい、デイ1終了でございます。結局ちゃんとしたシーバスっぽいバイトは2バイトかな。ここで1回と排水のところで1回ですかね。はい。で、明日はちょっと1時間に14ミリとかっていう雨が降っちゃうので、ちょっとどうなるか分かりません。はい。だけど明日も全力で頑張って楽しみたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。ダウンクロスで入れて、でサイドターンホールで誘っていきたいと思います。はい、ここでサイドターンホールとは何だというご説明をさせていただきたいと思います。それはですね、こちらナレージシリーズって、これテンションを切るとですね、ギラって分かりますかね、横を向いてホールするんですね。この特徴を生かしてテンションを切ってシーバスにリアクションで口を使わせるというメソッドになります。普通のバイブレーションっていうと、テンションをパーンって切ってあげるとスッて頭から下がっていくんですよね。だけれどもこちら横を向いてギラってフラッシングで食わせる、これが一つ。あとはバイブレーションですので、こうやってブルブルブルって強い波動で泳ぐんですね。でここからテンションをパーンって切ってあげることによって、このナレージの波動がふって消えるんですね。でその時にシーバスがバーンって口を使っていることが非常に多いです。はい、
では具体的なロッド操作を見ていただきたいと思います。で、普通ね、こうやって巻いてストップ、こういう方が非常に多いと思うんですけれども、これだとやっぱりどうしてもテンションフォールになっちゃいます。なのでテンションをしっかり切ろうと思うと、このロッドを向こう側に倒すっていうイメージがすごく大事になってくるんですね。じゃあちょっと一回やってみたいと思います。巻いて向こう側、向こう側、向こう側、こういうイメージですね。止めるんじゃなくて向こう側へ倒す、倒す、倒す。この時にナレージは完全にテンションが切れるので、ギラッと横を向いて、もう本当に5センチとかなんですけれどもね、フォールします。なのでサイドターン、横を向いてフォールする。これでサイドターンフォールとなります。ここでちょっと気をつけていただきたいことがいくつかございます。で、一つはロッドの長さですね。今日使用しているのは、10フィート7のモデルなんですけれども、やっぱり短いロッドだとどうしても倒す時にティップまでの距離があった方が、ここの移動距離が少なくて済むんですよね。短くなればなるほどいっぱいここで倒さなきゃなんなくなってくるので、長い方がやりやすいと思います。それがまず一つですね。で、次はラインなんですけれども、今回は PE の1号を使用しております。メインラインですね。で、どうしてもラインって浮力があるので、太くなればなるほど抵抗になっちゃうじゃないですか。なので細い方がいいと思います。で、僕はもう普段は 1.2 号を使うんで、1号でも怖いなと思うんですけれども、もう慣れてる方は、08とかね、障害物がないとこだったら細ければ細い方がいいと思います。で、リーダーですね。リーダー、今回使用しているのがこれ 2.25 号です。細いですよね。はい、すごい細いんですけれども、これも一緒です。やっぱりリーダーからも波動が出てるっていうのと、プラスやっぱりこれが太ければ太いほど沈みにくくなる。なのでリーダーメインラインは細い方がいいと思います。で、普段ね、私もうシーバスなんて投げて巻いてりゃ釣れるよとかって言うんですけれども、今回結構細かいこと言ってるじゃないですか。はい、これにはちゃんと理由があって、釣りってやっぱりトータルのバランスだと思うんですね。ロッド、リール、メインライン、リーダーで、正直どこか一つずれてても別に問題ないんですよ、ね。例えばリーダーは細い、メインラインは細いだけどもロッドは少し短い、それでもできますよね。で、ただこれが全部バランスが崩れちゃう。ロッドは短い、メインラインは太い、リーダーは太いって全部バランスが崩れちゃうと、やっぱり落とした時に落ちづらくなるんですね。なのでこの釣りに関しては私は本当に細かいことを意識してますね。はい。というわけで、このサイドターンフォール、もちろん白にも効きますし、稚鮎にも効きますし、イワシでもコノシロでもイナッコでもいろんなパターンでね使えるメソッドですので、是非皆さんも使ってみていただけると嬉しいです。なんかちょっとあれですね、かなり雨が強くなってきそうですね。山の方もちょっと暗くなってきたんで、はい、ちょっとね、さすがにこれだけ雨が降ってきそうになってくると、やっぱりね、安全第一で釣りは楽しみたいと思うので、今日はこの辺で終わりたいと思います。もう本当に残念なんですけれどもね。はい、本当にありがとうございました。はい。
はい、こんにちは。ですね、ありがたいことに再撮影の機会をいただきました。で、季節はあれから2ヶ月半ぐらいかな。はい、進行いたしました。で、あの時はね、白付きデイゲームサイドタウンホール、いろいろそういう縛りがあったんですけれども、それからですね、白はちょっと大きくなったかなっていうのと、今ねちょっと見てる限りでちょっと血鮎っぽいのもいるなっていう風に見えます。はい、でやっぱりサイドタウンホールで撮りたいなっていう思いもあるので、いろんなねルアーは使って攻略はしていきたいんですけれども、まずはこちら、はい、ナレージの50、こちらのサイドタウンホールで頑張りたいと思います。よし、行くぜ。流れの速いところと反転流の間を狙っていきたいと思いますね。ありがたいことに再撮影の許可をいただいたので、なんとか一本釣りたいですよね。まあ悔しかったもんな。ほんともうずっとそのことが頭からぐる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 辛い。でもあの時ああすればよかったかなとかっていうのはないんですよね。もうやりきった感はあるっすね。ただポイントセレクトですね。あそこで移動しなきゃよかったなとか、それはやっぱあるっすね。まあそれがでもシーバスフィッシングってでもそういうことですからね。はい、ですね、ちょっともう本当にベイトがちっちゃい白がやっぱり追われてて、バイブレーションの波動じゃなくてちょっと弱くしたいなと思って、ちょっとゴムの波動をちょっと入れてみたいと思います。ほげる前のジョルティミニ 14g でございます。行ってみます。速い流れから緩いところを入れたい。ああ、いいとこ入ったね。だけどなかなか入りづらいんですよね。ちょっとねレンジを上げたいなと思って、ジョルティミニの 8g ですね、こちらでいってみたいと思います。ちょっとブレード入れてないなと思ったので、こちら入れてみたいと思います。メタルシャルダスの15ですね。はい、わからん。よいしょ。じゃあちょっとルアーチェンジをしてみたいと思います。もうねロケだと本当に普段しないようなこと、あれじゃないのこれじゃないのとか、なんかずれてんのとかって思うんですけど、普段のね自分の釣りをやりたいと思います。ナレージの65ですね。はい、でカラーは光学スモークタイガー、これでいってみたいと思います。完璧なコースだった。ちょっと立ち位置変えましょう。はい、地形変化から出る反転流をちょっとやりたいんで、レンジを一気にちょっと落としてみたいと思います。トレイシの 25g、まあ浮き上がりにくいんでね、こちらでいってみたいと思います。ここがちょっと浅いところがずっと筋みたいになってるんですよね。なのでそこに当たってその背の向こう側が反転流になってるはずなんで、そこをねきっちり狙っていきたいですね。やってることは合ってる。考えろ。反転流の中もしっかり波動を出して動かしていこうか。
やっと食ったよ。丁寧にいこう。手前走ってきてるし、いつも通り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 。うわー、一本。あ、かかった、かかったよ。あー、また外れた。頼む頼むよ。あ、よいしょ。もうバタバタじゃん。よいしょ。よっ、よし。膝震えてる。ガクガクいってる。手も震えてる。みっともなさすぎる。取ったっすね。めっちゃみっともなかったけど、今までの苦労とかもう全部がもう頭の中ガーってなってて、ちょっと水の中ね、すんごい最後弱ってたんで、ちょっと蘇生してからねしてあげたいと思います。あー、くー、たまらん、震える。あー、ありがとう。もうちょっと空気吸おうか。はい、ちょっと元気になろうか。今プライヤーを取ろうとしてるんですけど、手が震えてプライヤーすら取れないよね。普段はなんかね、狙って70、80を取るとかって言ってんのに、俺今手弱で測ったけど65、6かな。でもこんなに震えるんすよ。ごめんな、水の中でするねな。ちょっと待ってな。はい、ちょっともうラインとかも固まっちゃって、あー、ごめんごめんごめん。よしよし。で、夏のシーバス本当にね、弱るの、もうだいぶ大丈夫ですね。もうずっと水の中つけながらおしゃべりとかしてたからね。よいしょ。もう全然大丈夫。逃がしてあげるとき、尻尾持ってこうやって上下に動かしてあげると勝手にふーって行くんでね。その代わりギュッと掴むと魚の粘膜とかね傷つけちゃうんで、そーっと。はい。名残惜しい。ラスト1投。お疲れ様でした。満足です。はい、やりきりました。1本だけどありがとうございました。はい、お疲れ様でした。疲れたけど楽しかった。はい、本当に心地いい疲れですね。はい、まあね、サイドタウンホールとかね、見ていただいて、サイドタウンホールとかで出せれば、まあそれが一番だったかもわかんないんですけれども、やっぱり釣りってね、本当にその状況に合わせた釣りっていうのはすごい大事になってくるんで、きっちりボトムを取れるトレイシー25、こちらでまあね、なんとか1本です。なんとかね1本なんですけれども取れたので良かったかなと思います。で、本当に渋いからね、いろんなこと試して、あれやってみようこれやってみようって考えて、で出た1本なんで本当に嬉しいし、引き出しも増えたし、本当に釣りって楽しいなと思います。もう体全体が震えだし、はいね、
1本だったんですけれども、お見せできてよかったと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも通りいつも通り。ああ、膝震えてる。ガクガクってる。手も震えてる。ああ、名残惜しい。